今回はモザレーシングさんから発売される新製品 SGP シーケンシャルシフターをレビューしていきたいと思います。今回は製品のサンプルを無償で送ってもらってレビューをしています。で、原稿料はもらってません。で、まず、モザのシフターなんですけども、現在は HGP シフターと呼ばれる7速の H パターンシフターが販売されています。で、今回加わる、SGP シフターは、シーケンシャルシフターと呼ばれて、アップとダウンのみの機能を持ったシフターになっています。価格は約$130の予定と聞いています。で、いつも通り中国から送ってきてもらって、で、中身はこのようにスポンジでカバーされている状態で届いています。で、取説と、で、裏には英語で、表は中国語で、書かれています。で、左下には寸法とか書かれているので、またブログのところに掲載しておきましたので見てみてください。じゃあそれぞれ袋の中を見ていきましょう。これは工具類ですね。工具とネジとかレンチとかで、これが本体、シーケンシャルシフター本体になります。で、これがシフトノブですね。これアルミの削り出しで、なんかすごい細かく、綺麗に加工されている印象を受けました。で、これが USB ケーブルと、これ USB ケーブルは PC に直接させます。で、もう一つの RJ ケーブルは、モザレーシングの、新しめな、ホイールベースのシフター用のソケットにさせますね。で、これが本体です。この棒の部分もアルミの削り出しがされていて、すごいお金かかってるなという印象を受けました。なんかレバーもついてますね。で、あと2つのボタン。で、こちら裏。裏も結構いっぱい穴が開いていて、取り付けしやすそうですね。で、これボタンですね。これ光る LED が入ったボタンになってます。結構便利なんじゃないのかなと思います。じゃあちょっと並べてみましょうということで、商品の中身はシフター本体とシフトノブと USB ケーブル、RJ ケーブル、スパナが2本、で六角レンチが1つと、ボルトとワッシャーがそれぞれ4つと取説が入っていました。ここのレバーなんですけど、なんかあって便利なんですけど、ちょっとなんか軽いんですよね。で、これはちょっとモザさんの方にフィードバックは入れといたので、商品で出すときは改善しますというような返答はありましたが、どうなのかよくわからないですけど、ちょっと軽いんですよ。なんか、かっちり感がなかったですね。でも、あるとすごい便利なレバーだと思います。本体についてるこの2つの LED のボタンなんですけど、他の RSV2 ステアリングだとか FSR ステアリングとかについている、そのボタンと多分同じものが使われています。で、シフトレバーはこんな風になっていて、2本のボルトとナットで止まってて、で、長さを変えることができます。また後で調整はしてみたいと思います。裏面には、PC と直接接続できる USB ケーブル用ソケットと、モザのホイールベースに直接接続する RJ ケーブル用のソケットがあります。ではシフトノブを取り付けていきましょうということで、ただ単にこう差し込んでネジに沿って回していけばくっつけることができます。で、そしてシーケンシャルシフターは今から動かしますけども、こんな感じでカチャンカチャンという音がします。音としてはかなり大きい部類に入ると思います。HGP シフター7速のシフターよりも大きかったですし、ファナティックの私が持ってるシフターよりもちょっと結構大きかった印象です。後でちょっと分解して中身もお見せしますが、はっきり言ってここでなんか変えれるのかなと思ったんですけど、ここを調整したからといってシフターのフィーリングを変えれるわけじゃないですね。で、細かい説明はブログで文章でしっかり書いたんで、そっち読んでもらった方が、伝わりやすいかなと思います。
それではちょっとシフトレバーの長さを調整しきっていきたいと思います。付属のこういうレンチが2つついてるので、基本的に2本使います。ちょっと下手くそなんですけど、で、1本固定して、もう1本のレンチで、緩めていくというのを2箇所やれば OK です。ちょっと下手くそなんで4倍速でお送りしております。で、ボルトが取れたら、こうやって分割できて、穴が何本だ ?2、4、6、2、4、6、6本開いてますね。で、そのうちの2本にボルトを通して締め付ければ、長さを調整できます。で、一番長いところは何センチかというのは、ちょっとまたブログの方に書いとくんで、ちょっと見てください。それでは何を思ったか知らないですけど、分解をしたくなったので分解していきたいと思います。手当たり次第にボルトを外していきます。とりあえず今横のカバーを外していきたいなと思って一番小さいネジをどんどん外しているところです。はっきり言って全然おすすめしないので、購入された方はやる必要は全くないので、この動画を見るだけにしといた方がいいと思います。今こう回してるのがシフターの支点となるんですね。軸の中心みたいな、ここを中心に動く部分です。この支点の部分なんですけど、こういうパイプのようなものが使われています。これで動きを良くしてるんだと思います。で、次は下側はなんかガイドになるような、後で中身見てもらったらわかるんですけど、シフターがスムーズに動くように、また同じような、中空のパイプみたいなものが中に入ってます。で、これ、カバーを今開けようとしてるんですが、これまたなかなか難しくてというのも、ボタン用のケーブルがこうつながっていて、で、このケーブルなんですけど、結構しっかりと樹脂みたいなもので止められていて、簡単に外すことはできません。なんかいっぱいネジだとか部品だとかポロポロ落ちてしまいました。で、これがカバーを止めていた部品なんですよね。ちょっとこれも説明はブログの方を読んでもらえたらと思います。もうここで口で説明するのがすごい難しいです。じゃあちょっと中身を見ていきたいと思いますが、こんな感じになってますと言ってもどんな感じかわからないと思いますんで、もうちょっとわかりやすいような映像を後で流します。この手元にある2つの黒い樹脂なんですけど、これがこの後見せるシフターの棒の部分と本体ケースの間のスペーサーとして使われていて、そこにボルトを刺して、横のブレをなくすような構造になっていてます。で、今見えてるのがメインの基板ですね。RJ ケーブルと USB ケーブルのソケットと、この基板の上にはですね、実はこのホールセンサーと呼ばれる非接触のセンサーがついていて、シフターの位置を感知することができます。ちょっと見にくいですけどね、これだと指してる動画がなくて申し訳ないんですけど、ちょっと基板が気になる方、もうちょっと見やすいように動画撮りましたので、もし気になる方があれば、基板をじろじろと見てみてください。これが限界です。見にくい。こんな感じです。今、黒いボルト2本の間に、レバーの棒の、アルミの部分の一部がこう挟まってると思うんですけども、ここが重要なんですね。ちょっと黒い部分見てもらいたいんですけど、このボルト2本の先っちょにそれぞれボールがついてるんですよね。ボールがついていて、その2つのボールがこの銀色の部分のここ、
シルバーの削り出しのところを見てほしいんですけど、通常、黒いボールは、3つの穴の真ん中に押し付けられてるんですけど、例えばシフトダウン、シフトアップをしたら、その、隣の穴に、シフターのところを移動して、ボールは隣の穴を押し付けるようになりますが、強いスプリングがあるんで、また手を離すと元の真ん中の穴に戻ってくる。そんな感じです。シフターの動作のメカニズムをさっき手短に説明したんですけど、よくわかんない方がいたら、ブログにわかるように書いてみようと思うので、リンクをたどってちょっと見てもらえたらと思います。これはそれぞれの、シフターの軸の部分と本体がどこに対応しているかをちょっと図でざっくり書いてみました。もう飽きたと思うんで取り付けていきます。まずこのファナテックのシフトを取り外したらこういう感じになってたので、これどう取り付けようかなと思ってですね。ざっくりこんな感じに置きたいなと思って置いてます。で、これ隣は、何でしたっけ？サイドブレーキ。で、今回のシフターのちょっと長さを今調整しているとこですね。で、これちょっと奥行き考えないと、これ伸ばしていくと、引いた時にモニターに手が当たっちゃうんで、サイドブレーキじゃない、シフターを引きたい時に手がモニターに当たっちゃう問題が発生しています。なので、もうちょっと、シフターは手前にないとモニターに手が当たっちゃうので、ミスミのアルミフレームのパーツをちょっと追加してですね、シフターを手前に持ってこれるようにしています。使用するボルトは M8 のボルト、直径 8mm のボルトを使用したいと思います。もうあとはボルトを止めるだけです。で、後ろと、前と後ろをこうやって M8 のボルトで止めてしまえば、しっかりつきますね。で、裏はこんな感じです。で、モザから過去に提供された R16 号をやって頑張ってレビューのために設置してるわけです。これ結構大変なんですよね。で、R16 のアダプターですね。このアダプターは結構転がってるので、こうやってテープでラベリングしてます。触ってみたらこんな感じです。ちょっとこの後トラブルが起こって R16 から今 R12、ホイールベースを R12 に変えました。今 GR86 で AI でレースをしています。久しぶりにやってるんで、そんな綺麗に速く走れてるわけじゃないんですけど、参考までに見てみてください。で、今回のそのシフターのまとめなんですけども、いいところとしては前後に6つのボルト用の穴があって、とても便利だし、背面に6つの M6 のネジ穴があっても、これも便利でした。すでに発売されている7速の HGP シフターと比べると、制作加工の工数が増えていて、コストがかかってるなという印象を受けました。いいものなんだろうなという印象を受けました。で、内部を分解して確認したんですけど、基本的にアルミが使用されていて、太いボルトでレバーの内切れがされていたりしています。で、横方向にレバーを荷重をかけても、合成も悪くないとは思います。で、シフト時の感覚は、合成感もあって、しっかりしているなと思いました。で、光る2つのボタンも、効果が持っているし、便利だろうなと思います。で、ちょっと良くないなと思った点なんですけど、シフトの際の音が結構大きい。私の感覚では結構大きく感じます。で、HCP シフターより高い周波数のカチャンカチャンというクリック音が、鳴っていて、大きく感じましたね。で、手元にあるトリガーボタンなんですけど、スプリングがちょっと軽いように感じたので、これはモザさんに言ってるので、もしかしたら製品発売時には改善されているかもしれません。どんな人が買うべきかというところで、個人的なんですけど、H パターンシフターとこのシーケンシャルシフターを毎回取り付け取り外しをするのは結構大変だと思うので、もともと H パターンとシーケンシャルを切り替えられるようなシフターを選んだ方が、個人的にはいいのかな、ストレスは少ないのかなとは思うんですが、シーケンシャルシフターが欲しい、単体が欲しい方にとっては比較的安価なシフターになるのではないのかなと思ってます。
で、モザのホイールベースを持っていて、で、Xbox を使っている方で、Xbox でもシーケンシャルシフターで遊びたいような方にとっては、これ購入されたらいいと思います。僕が聞いてる価格っていうのが129ドルで、単純に145円、1ドル145円換算で1万9000円になります。で、おそらく日本で買うんだったら、いろんなものが乗っかって2万5000円いかないかなというところだと思ってます。こうやってアフレコしてきていますが、時間節約のために、とりあえず撮った動画を貼って、で、出てきたものを見て思いついたことをこう喋ってます。なので、本当に自分の見たもの、感じたものをまとめたのは、やっぱブログ見てもらった方がしっかりまとめられて抜けがないかなと思ってます。動画編集なんですけど、できる限り省力化をしてはいるんですけど、やっぱり大変ですね。これ、ちょっとモチベーションを保つためにできればいいねのボタンを押してもらったり、見なくてもいいんで登録ボタンを押してもらったら、また動画を作ろうかなという気になるので、もしよければよろしくお願いします。終わり。